ビールがうまいのだ。よ、ずんだもん。大将、どうしたのだ。なぜマルサ進行にはペンタなのか教えてくれ。だいたいお酒を飲みながら作ってる音楽理論始まるよ。マルサ進行とは椎名林檎さんのアルバム「無罪モラトリアム」収録曲「丸の内サディスティック」に使われているコード進行「丸の内サディスティック進行」。これを略してマルサ進行と呼ぶのだ。他にもボビーコール・ドーエルの風のシルエット、グローバー・ワシントン・ジュニアのジャスト・ザ・トゥー・オブ・アスなど数々の名曲で使用されており、まさに王道と呼ぶにふさわしいコード進行なのだ。マルサ進行のコードがこちら。説明しやすくするため C キーにイチョウ済み。 C キーの4度である F メジャー7、その次は E7。 これは C キーには出てこないイレギュラーなセブンスコード。そして C キーの6度 a マイナー7。最後にループさせるため F への2-5。最大の特徴はやはり E7。 C キーでの E のコードは本来 e マイナー7だが、高静音のソにシャープがついており半音高くなっている。これは次の a マイナーへ行きたくなる機能を持っている。そして C キーでのソは5番目にあたる重要な音で、これが変化することにより一気に景色が変わった感じがするのだ。最後に G マイナーと C7、 これは F へ強く行きたくなる機能を持っているのだ。これにより無限に繰り返しが可能。非常によくできたコード進行。それが王道と呼ぶにふさわしいマルサ進行なのだ。ペンタとはペンタトニックスケールの略なのだ。通常のスケール C キーの場合ドレミファソラシから4度と7度、ファとシを除いた5つの音、これがペンタトニックスケールなのだ。このスケールは音数が少なく間隔が広く取られているので不協和音になる可能性が比較的低く、さまざまなコードに合わせやすいのだ。またギターで弾くことに適しており、ポジションを覚えることで初心者でも弾きやすくなっている。上級者にとってはニュアンスや音色のコントロール、そしてポジションを飛び越えるフレーズ構築など表現力が試されるスケールなのだ。シンプルゆえに使いやすく、それゆえに奥深い究極のスケールと言える。それがペンタトニックスケール、略してペンタなのだ。アボイドノートとは綺麗に響かなかったりコードの役割を変えてしまったり短く使うなど例外はあるものの、コードに対して避けるべきとされている音のことなのだ。マルサ進行にペンタを照らし合わせてアボイドノートノームを確認してみよう。まず F メジャー7、コードに対して C のペンタはフィフス、サーティーンス、セブンス、ナインス、サード。全部よく響く音。F メジャー7に対してのアボイドノートは一つもないのだ。続いて E7、フラットサーティーンス、フラットセブンス、ルート、シャープナインス、イレブンス。イレブンスはアボイドノート、E7 に対しては一つだけアボイドが混ざっているのだ。a マイナー7に対してはサード、イレブンス、フィフス、フラットセブンス、ルート。こちらもアボイドノートはなし。次は G マイナー7、イレブンス、フィフス、サーティーンス、ルート、ナインス。アボイドノートはなし。最後に C7、ルート、ナインス、サード、フィフス、サーティーンス。これもアボイドはなし。さらに付け加えると E7 に対してのペンタは複雑なテンションをカバーし、ブルージーなニュアンスや独特の浮遊感として心地よく響くのだ。このようにマルサ進行に対してペンタは避けるべき音が1箇所に1つだけしかなく、しかも長く伸ばさなければ許容され、不協和音の少ない非常に使いやすいスケールとなっているのだ。というわけで、ペンタは一言で言えば複雑なコード進行の角を取り、キャッチーでよく響くメロディに変換してくれるとても優れた特性を持っているのだ。なるほどな。だからマルサ進行の時はペンタだけでいけちゃうってわけか。そうなのだ。だけど他にもいろいろなスケールの選択肢が存在しているので、実際に音を出して確かめてみてほしいのだ。
ありがとうよ。勉強になったぜ。今回はマルサ進行に対してペンタトニックがどうハマるのかを解説してきたが、一番大事なのは理屈よりも実感。スケールとして覚えるだけで終わらせるのではなく、実際にコードの上で音を出してみて、この音は馴染むなとか、ここは少し浮くなといった感覚をぜひ身につけていってほしいのだ。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。